好きになるつもりなんてなかった。50代の男性を好きになった20代、30代の女性に話を聞くと、こういう人が多いんです。最初から50代の男性を狙っていたわけじゃない。特別、年上が好きだったわけでもない。なのに、気づいたら惹かれていた。こういう話をするとすぐに、そんなことあるわけない。そんなのごく一部の話だろ、と言われてしまいます。確かに、すべての女性が50代男性に惹かれるわけではありませんよ。多くの女性は同世代か、少し年上くらいを好みます。50代の男性を恋愛対象として見ている女性は、正直少数派かもしれません。でも、ゼロではないんです。実際に50代男性を好きになる20代、30代の女性はいます。そして、そういう女性が好きになる50代男性には共通点があります。年齢差があるのになぜ惹かれるのか。若い男性もたくさんいるのになぜ50代なのか。実はこれには理由があるんです。この人といると自分でいられる。そう思える相手には女性は自然と心を開きやすいんです。否定されない、せかされない、振り回されない。だから素の自分を見せられる。ありのままの自分を受け入れてもらえると、もっと一緒にいたいと思うようになる。それが好きに変わっていくんです。でも、なぜそれが50代なのか。50代の男性は、何と言っても人生経験が豊富です。いろんな経験を積んできています。仕事でも、人間関係でも、うまくいったことも、いかなかったこともある。その中で、自分自身が確立されてきているんですよね。だからこそ、相手に多くを求めないし、相手を自分の思い通りにしようとしない。そのままを受け入れられます。それが、若い女性にとってはすごく心地いいんです。女性が50代男性を好きになるときには、段階を踏んでいきます。もちろん、最初から好きだったわけじゃありません。いくつかの段階を経て、少しずつ気持ちが変わっていって、気づいたら好きになっていた。ある日突然、何もないところから好きになるわけじゃないんです。最初は何とも思っていなかったところから、ある時点で、この人、なんかいいかもに変わる。さらに時間が経って、好きかもしれないに変わる。この変化には、ある共通のパターンがあるんです。今日は、その段階を4つに分けてご紹介します。もしあなたに今、気になる女性がいるなら、この動画はきっと役に立ちます。女性の気持ちがどう変わっていくのか、今どの段階にいるのか、そして、あなたがその段階でどう振る舞うべきか、それがわかるようになります。ただし、すべての女性が50代男性に惹かれるわけではありません。惹かれやすい女性には、ある傾向があります。まずはそこからお話しします。50代男性に惹かれる女性とは、すべての女性が年上男性に惹かれるわけではありません。惹かれやすい女性には、ある傾向があるんです。まず、父親や親戚との関係が良好だった女性。小さい頃から父親や親戚のおじさんに大切にされてきた女性は、年上の男性に対して安心感を覚えやすいと言われています。年上の男性は味方になってくれるという子供の頃からの経験があるから、年上男性に対する抵抗が少ないんです。次に、同世代の男性に物足りなさを感じている女性。同世代と何度か付き合ってみたけど、なんか違う。話がいまいち合わない。落ち着かない。一緒にいてなんか疲れる。そういう経験を重ねてきた女性は、落ち着きや深みを求めるようになります。そして、精神的な安定を求めている女性。感情の波が激しい相手といると、振り回されて疲れますよね。だから、感情が安定している相手を好むようになります。50代の男性は、経験を積んでいる分、感情のコントロールができる人が多いんです。こういった50代男性に惹かれやすい女性の特徴については、過去の動画でも詳しく解説しています。興味があれば見てみてください。こういう女性があなたの周りにいるなら、この後お話しする4つの段階を経て、年上の男性に恋をする可能性があります。周りにこういう女性がいるかどうか、思い浮かべてみてください。職場の後輩、趣味の場で会う人、行きつけの店のスタッフ、年上と話すときに緊張していない女性、むしろリラックスしているように見える女性。そういう女性は、年上に対する抵抗が少ない可能性があります。また、同世代の男性の話をするとき、どこか冷めた様子の女性。なんか子供っぽい。
話が合わないといった感情を抱えている女性。そういう女性は同世代に物足りなさを感じているかもしれません。そしてもう一つ大切なことがあります。50代男性に惹かれる女性は50代だから好きになるわけではありません。その人の人柄、接し方、雰囲気に惹かれた結果、相手がたまたま50代だった。そういう感覚なんです。だから50代だからモテないと決めつける必要はありません。年齢はハンデじゃないんです。逆に50代だからモテるはずという考えも少し違います。年齢が全てを決めるわけではないんです。大切なのはあなたが50代だからこそ出せる魅力を自然に出せているかどうか。それが伝わった時、女性は惹かれるんです。ではここから本題に入ります。女性が50代男性を好きになるまでの4つの段階、一つずつ見ていきましょう。最後の段階はほとんどの女性が同じことを言います。ぜひ最後まで聞いてみてください。第1段階、最初は恋愛対象じゃなかった。最初の段階は女性があなたを恋愛対象として見ていない状態です。いい人、話しやすい人、程度の認識、それ以上でもそれ以下でもありません。がっかりしましたか？でもこれが普通なんです。20代、30代の女性が最初から50代の男性を恋愛対象として見ることはあまりありません。年齢差がある時点で恋愛の選択肢には入っていないんですよね。ただ恋愛対象じゃないことと嫌いなことは違います。恋愛対象じゃないけど別に嫌いじゃない。話していて不快じゃないし、むしろなんとなく話しやすい。この状態が第一段階です。女性がこの段階にいるとき、男性に対して何を感じているのか。実は特に何も感じていません。良くも悪くも意識していないんです。職場や趣味の場で会う年上の人、そのくらいの認識です。でも嫌じゃない。話しかけられても不快じゃない。むしろなぜかちょっと安心する。この安心するという感覚が大事なんです。年上の男性と話すとき、若い女性は無意識に警戒しています。恋愛対象として見られていないか、下心がないか、そういうことをどこかで気にしているんですよね。でもあなたにそういう気配がなければ女性は安心します。この人は大丈夫だ、普通に話せると思うから。ここで大事なのは、もしあなたがその女性に好意を持っていてもそれを出さないことです。好きな気持ちがあるとどうしても態度に出てしまいますよね。目で追ってしまったり、話しかける回数が増えたり、連絡先を聞こうとしたり。気持ちはわかります。でもそれが時に逆効果になるんです。女性は敏感です。最近なんかあの人様子が変わったと気づきます。そしてその理由も察します。特に何とも思っていなかった男性が自分を狙ってると感じた瞬間、距離を置かれる可能性が高いんです。この段階での目標は嫌じゃない人になること。それ以上を求めない方がいいです。もしあなたがその女性に好意を持っていたとしても焦る必要はありません。この段階は種をまいている時期だと思ってください。すぐに芽は出ません。でもここで変なことをするとせっかくの種が腐ってしまいます。だから何もせず、ただ自然に接する。それが次の段階に進むための土台になるんです。この段階を過ごすうちに女性の中で何かが変わり始めることがあります。それが第2段階です。第2段階、この人居心地がいいと気づく。第1段階であなたは警戒されていませんでした。だから女性は自然に話せていました。自然に話しているとだんだん親しくなってつい素が出てきたりしますよね。ふと弱音を言ってしまったり、くだらない話で笑ってしまったり、その時に女性の自然な姿を否定せず受け入れてもらえると、この人には素を出していいんだと思えます。それが居心地の良さになるんです。まだ恋愛感情ではありません。好きとか気になるとかそういう感覚ではありません。ただ他の人と比べて一緒にいて楽だなと感じ始めるんです。この変化は女性自身も気づいていないことが多いです。なんとなく話しやすい、なんとなく安心する、その程度の感覚です。でもこのなんとなくが大事なんです。では具体的に女性はどういう時に居心地がいいと感じるのか。
まず、話を聞いてくれるとき。女性が何か話したとき、否定せずに聞いてくれる。アドバイスを押し付けてこない。結論を急がない。ただ、と聞いてくれる。これだけで、女性は居心地よく感じるんです。なぜかというと、多くの男性は、女性が何か話すと、すぐに解決しようとするから、こうすればいいんじゃないか。それはこういうことだ、と答えを出そうとする。悪気はないんです。役に立ちたい、助けになりたいと思っている。でも、女性が求めているのは、解決じゃないことが多いんです。ただ聞いてほしい、分かってほしい。それだけのことが多い。50代の男性は、ただ聞くことができる人が多いですよね。いろんな経験をしてきた中で、すぐに答えを出さなくてもいいと分かっている。相手のペースに合わせることができる。次に、否定されないとき。自分の考えや好きなものを話したとき、否定されない。興味を持って聞いてくれる。知らないことは知らないと言って、教えてほしいと言ってくれる。これも居心地の良さにつながります。否定されると、人は心を閉ざします。この人には本音を言えないな、と感じてしまう。逆に、否定されないとわかると、もっと話したくなるんですよね。この人には素を出せる、と感じる。そして、落ち着いているとき、感情の波が少ない、安定している、慌てない。そういう男性といると、女性も落ち着いていられるんです。相手がイライラしていたり、機嫌が読めなかったりすると、女性も気を使ってしまいます。一緒にいて疲れるんですよね。でも、いつも同じテンションで、穏やかに接してくれる人といると、安心できます。50代の男性には、この安定感がある人が多いですよね。経験から来る落ち着き。それが女性にとっては居心地の良さになるんです。でも、ここで、居心地がいいと思われたいからといって、無理に優しくしたり、気を使いすぎたりすると、逆効果になります。自然に接する。それだけでいいんです。もしあなたが普段から話を聞くこと、否定しないこと、落ち着いて接することができているなら、女性は自然と居心地の良さを感じてくれます。ここまで聞いて、過去の恋愛を思い出した方もいるかもしれません。うまくいった時、うまくいかなかった時、何が違ったか、よかったらコメントで教えてください。この段階を過ごすうちに、女性の中で居心地がいいがこの人いいなに変わり始める。それが第3段階です。第3段階。この人、いいなと思い始める。第2段階のように居心地がいいと感じていると、若い女性は、その男性ともっと話したくなるはずです。そうすると、話す機会が増えます。話す機会が増えると、その人のことをより知るようになります。仕事のこと、趣味のこと、考え方。知っていくうちに、その人自身のことに少しずつ興味が出てきます。このように、男性のことを興味を持って見るようになったところから、第3段階に入ります。居心地がいいから、いいなへの変化。この違いは何かというと、尊敬が加わるんです。居心地がいいは、一緒にいて楽という感覚。自分への接し方で感じるものです。いいなは、人として尊敬できるという感覚。自分以外への接し方や、その人自身の生き方を見て感じるものです。では、男性のことを興味を持って見るようになったこの段階で、女性はどんな時に、この人いいなと思うのか。まず、他の人への接し方を見た時、例えば、店員さんへの態度、丁寧に接している、横柄じゃない、感謝の言葉を自然に言える。そういう姿を見ると、女性はこの人いいなと思うんです。そんなこと、人として当然のことだろって思いますか？そう思うということは、あなたは当たり前にこれができている、ということです。実際、男性でも女性でも、これができない人は多いですよ。50代の男性は、社会経験を積んでいる分、誰に対しても一定の敬意を持って接することができる人が多いんです。それが自然にできている人は、女性から見てとても魅力的に映ります。逆に、自分には優しいのに店員さんには偉そうにする人は、ちょっと信用できないですよね。この人は相手によって態度を変える人だ、と思われてしまいます。次に、自分の生活を楽しんでいる姿を見たとき、趣味がある、一人の時間を大切にしている、仕事以外にも充実した時間を持っている。そういう姿を見ると、女性はこの人いいなと思うんです。
なぜかというと、自分の生活を楽しんでいる人は相手に依存しないから。一緒にいる時間も楽しいけど、一人の時間も楽しめる。そういう人といると重くならないんです。50代の男性は自分の生活が確立している人が多いですよね。長年かけて築いてきた趣味や人間関係が生活のベースにあります。その充実感が女性にとっては魅力になるんです。そしてさりげない気遣いに気づいた時、言葉にしない気遣い、歩く速度をさりげなく合わせてくれる、寒そうにしていたら上着を貸してくれる、そういう気遣いってアピールしないからこそ逆に響くんですよね。やってあげてる感がなく、ごく自然にやっている。だから女性も素直に受け取れます。50代の男性はこういう気遣いが自然にできる人が多いです。これも長年の経験の中で身についているから、わざわざ考えなくてもできるんですね。もしあなたが普段から他の人にも丁寧に接していて、自分の生活を楽しんでいて、さりげない気遣いができているなら、女性は自然とこの人いいなと思い始めます。この段階を過ごすうちに、女性の中でいいなが好きに変わる瞬間が来ます。それが第4段階です。第4段階、好きだと気づく。いいなと思っていると、その人のことをもっともっと知りたくなりますよね。もっと話したくなるんです。でも、男性の方にはその気があるようには見えない。だから、女性から話しかけたり、近づいたりするようになる。そして、自分から近づいていることに気づいたとき、女性は自分の気持ちに気づくんです。あ、私、この人のこと好きかもしれない。そう思う瞬間が来るんです。では、女性はどういう時に好きかもと気づくのか。実は、多くの女性が同じことを言うんです。男性から積極的に追いかけられなかったから。意外ですよね。これが、好きだということに気づく決定打になることが多いんです。どういうことかというと、50代の男性の多くは、若い女性をそこまで積極的に追いかけ回さないんです。これはもしかしたら、男性からすると、自分みたいな年齢の男が若い女性に近づくなんて、という躊躇や遠慮のようなものもあるのかもしれません。あとは女性側からすると、これまでお話ししてきたような男性の態度も関係していますよね。落ち着いている。いつも機嫌が変わらない。自分の時間を大事にしている。つまり、女性にとって重くないんです。これが女性にとってはとても大きいんですよね。なぜかというと、追いかけられると女性は逃げたくなるからなんです。距離を置きたくなる。自分のペースを乱されるから。でも追いかけてこない人には自分から近づきたくなります。近づいても受け入れてくれる。でも積極的に追いかけては来ない。その距離感が心地いいんです。自分の意思で近づいているから好きだと自覚できるんです。男性からアプローチがあって距離が近づくのとは感覚が全然違うんですよね。自分で選んでいるという感覚があります。これが大事なんです。人は自分の意思で選んだものに執着します。誰かに選ばされたものより自分で選んだものの方に価値があると感じて大切にするということです。恋愛も同じなんですよね。自分から近づいた、自分で選んだ。その感覚があるから気持ちが本物になるんです。50代の男性は女性だけに執着しない人が多いですよね。なぜかというと、自分の生活が充実しているから。女性がいなくても自分の時間を楽しむ術を知っています。だから女性に執着しすぎることがないんです。その余裕が女性には魅力的に映るんです。逆に過度に女性を追いかけてしまう男性は自分の生活が充実していないことが多いですよね。相手がいないと楽しくない。相手に認めてもらいたい。その気持ちが追いかける行動になって出てしまいます。女性はそれを敏感に感じ取ります。この人、私がいないとダメなんだと思ってしまう。それが重いと感じる原因になるんです。男性側の視点で見ると、この段階で大事なのは焦らないことです。若い女性が近づいてきたからといってここぞとばかりに距離を詰めようとすると逆効果になるかもしれません。なのでできるだけ今までと同じように接してあげてください。女性が自分のペースで近づいてこられる環境をそのまま維持してあげてください。そうすると女性の方から気持ちを伝えてくれる瞬間が来るかもしれませんよ。まとめ。
今日は20代30代の女性が50代男性を好きになるまでの4つの段階をお話ししました。振り返ってみましょう。第1段階は、最初は恋愛対象じゃなかった。女性はあなたを恋愛対象として見ていない。でも嫌じゃない。第2段階は、この人居心地がいいと気づく。自然に話しているうちに素を出せるようになる。否定されない、せかされない。それが居心地の良さになる。第3段階は、この人いいなと思い始める。もっと話したくなってその人のことを知っていく。知っていくうちに人としての魅力に気づく。第4段階は、好きだと気づく。いいなと思っている相手のことをもっと知りたくなる。でも相手は追いかけてこない。だから自分から近づく。自分から近づいていることに気づいたとき、好きだと自覚する。若い女性が年上の男性を好きになるまでには、この段階を経ていることがあるんです。最初から特別な存在だったわけじゃない。段階を経て、少しずつ気持ちが変わっていく。もし今、あなたに気になる年下女性がいるなら、何か特別なことをしようとする前に、少し立ち止まってみてください。今までと変わらず、自然に接してみましょう。そうすると、女性の気持ちが自然に変わっていくかもしれません。それを待っていてあげてください。今日の動画が参考になったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。